ネバネバ役ネバ B プロミスクロです。というわけで本日も始まりました約束のネバーランド考察チャンネルのお時間でございます。3月に行っておりました約束のネバーランドアニメ化記念の1から10巻ボックス、こちらですね、3名様に当たるということでプレゼント企画をさせていただいていたんですけれども、本日これからですね発送をしてまいります。当選者の3名様にはですね、こちら一人一人にお手紙も書かせていただきましたので、心を込めて書きましたので捨てずに読んでいただければと思います。ということでプレゼント企画なんですけれども、またチャンネル登録者様がですね増えたりしたら、もう全巻買って僕がこう放送したみたいななんか全巻セットみたいのも後々やりたいなと思っておりますので、またやる際は YouTube だったり Twitter だったりインスタで告知もしますので、ぜひその時は応募よろしくお願いします。というわけで本日は何のお話をしていきますかというと、前回フィルの死亡説について動画にさせていただいたんですけれども、そこでのコメントでもこういったコメントをいただいておりました。はい。ここもですね、読者様の間では気になる部分かなと思いますので、本日はイザベラの生死についてお話をしていこうと思います。ということで、結論から申します。グレイスフィールドハウスの第3プラントのママであるイザベラは生きている説。僕の見解としてはイザベラは生きているっていう風に思ってるわけなんですけれども、こちらについては決定的事実っていうのは漫画の中では描かれていないんですね。なので今回はいろんな要素とかを考えた時にこうなんじゃないかっていうことをお伝えさせていただきます。ただその結論としてはイザベラは生きているという風に僕は思っております。まず第3プラントのママであるイザベラ、首筋に認識番号マイナンバーが書かれているので、ママも元食用児でありグレイスフィールドハウス出身っていうことがわかると思うんですけれども、そしてそのイザベラは成績も優秀であったわけでございます。食用児はその農園のママに選ばれるとママ候補として選出されることがあるそうです。なのでイザベラは食用児だった時の当時のママに選出をされ、そこから、ママになる道っていうのに至ったわけでございます。描写であったと思うんですけども、イザベラも壁の上までは行って、そこであの崖を見てイザベラは諦めたわけなんですよね。でもエマたちはその崖を見ても諦めなかったっていうのがイザベラとエマたちの大きな違いでございます。壁の上から脱獄をしたエマたちなんですけれども、そこでアニメと原作で大きな違いっていうのがありまして、アニメ版ではね、イザベラと壁の上でエマたちと会うんですよね。行かないで私の可愛い子供たちっていう言葉を残して、それを言われた上でエマたちは脱獄をするわけでございます。そして束ねていた髪をほどいて長い髪のイザベラが描かれていたわけでございます。これはアニメのオリジナルの演出になるわけなんですけれども、僕も一原作ファンとしてアニメも見させていただいてはいるんですけれども、原作とねちょっと違う感じなんですけれども、これはこれですごくねママの心境が現れていて、描き方としてすごく良かったんじゃないかなって個人的には思ってます。そしてここのセリフですよね。願わくばその先に光がありますように。もうこれはね、役ネバを読んでる人はね、かなり名言としても挙げられる方が多いのではないのでしょうか。子供たちを食用児としてこう育ててきたママであるわけなんですけれども、最終的にね脱獄に至った子供たちを見て、やっぱりねママとしての気持ちが最後に現れた場面だったんじゃないかなと思いまして、このシーンはねすごく涙腺崩壊というかうるっとする方がかなり多かったポイントなんじゃないかと思います。ただアニメではただ普通に愛せたらよかったっていう漫画にあるセリフがですね省かれていたので、そのセリフもね描いて欲しかったなっていうのが原作ファンの意見では多く挙げられておりました。イザベラの声で聞きたかったですよね。ただ優秀だったイザベラも子供たちがあれだけ脱獄して農園的にもかなりの大ダメージだと思うんですよね。さすがの優秀なイザベラもねやっぱり責任問題になるわけですよね。その後全て私の責任ですっていうようなシーンがあったように、全て私の責任ですっていうイザベラの顔はですね、子供たちを守るママのようなそんな表情をしていたような感じもしまして、またここもね今までのイザベラの心境とはちょっと違うのかなっていうのも感じられますよね。こういうね表情を描けるね出水先生の絵が本当に
いいですよね。その全て私の責任ですって言った以降ですね、フィルと同様にイザベラがその後どうなったかっていうのは描かれていないんですね。そしてクローネと違って死ぬ描写っていうのがイザベラも描かれていないので、果たしてイザベラはどうなったのかっていう話なんですよね。描かれてないからこそ僕たち考察勢の中でいろいろな物議をですね醸してるわけなんですけれども、今までもこういう死ぬ描写が描かれてなくて後々生きていたキャラクターっていうのがいまして、それはノーマンも出荷が決まって門へ行った時にノーマンのっていう言葉で描写が変わりまして、そこからしばらくノーマンは出てこなかったので、読者の間でもね、ここでノーマンはそのまま出荷された説、もう一つはノーマン生存説。やっぱり締めのね描写が描かれてないことによってその後の展開っていうのがかなり気になるわけですよね。ただ気になるポイントっていうのがいくつかありまして、イザベラがもう出てこなくなった5巻以降の巻ですね。5巻以降の巻でなぜか登場人物にイザベラが残ったままなんですよね。6、7巻とかの、まだグレイスフィールドを脱獄したすぐ後とかは、まだイザベラが書かれていても、不思議ではないかなとは思うんですけれども、それ以降のね、ゴールディーポンドに入った時とかっていうのは、グランドバレーの子供たちもたくさん登場してたりですね、ゴールディーポンドの鬼たちとか、ムジカやソンジュっていう、新しいキャラクターがかなり、入ってくるような、展開になっておりまして、10巻とか11巻のモロゴールディーポンドに入ったところですよ。モロゴールディーポンドに入ってるところでも登場人物にまだイザベラが描かれているんですね。出てきていないイザベラを果たしてここまでね書く必要があるのかっていうところがちょっと謎に残る部分ではあるんですけれども、また一つの意見として登場人物の顔にバツ印がついてないっていうのも気になるところかなと思っております。ノーマンは出荷されて殺されていなかったわけなんですけれども、一時期ノーマンが出荷された後の登場人物のところのノーマンっていうのは顔にバツ印がついていて、このバツ印が出た時ね、ノーマン終わったみたいな感じにみんながなったと思うんですね。登場人物のところでバツ印が描かれてしまうともう出荷をされてしまったみたいなことが決まると思われてたので、バツがついた時点でノーマンは本当に出荷されてしまったんだなと思っていたわけなんですけれども、ノーマンもその後出荷をされずラムダに送られたっていうことが判明したわけなんですけども、そのラムダで生きてることが分かった次の巻からバツが撤回されたんですね。なのでバツ印がついたとしても死んだわけではないっていうのがわかるわけなんですけれども、そもそもねイザベラはバツ印もついていないわけなんですよね。ここも一つのポイントかなと思っております。で、登場人物以外でも10巻の白井佳代先生のヤクネバマニアック見どころでもエマ・ノーマン・レイの血液型が明かされてるわけなんですけれども、ここになぜか10巻でですよ、10巻でイザベラの血液型も公開してきてるんですよね。なぜ登場していないイザベラをここの10巻で血液型を描くのかっていうことなんですけども、この考察についてはレイの本当の誕生日はいつなのかっていう動画を上げた時にも、イザベラが生きてるっていうことに対しての伏線として描かれてるのか、もしくはそのレイの父親の存在の血液型っていうのを匂わせているのかっていう、おそらくどっちかですよね。そして一時期グランマのセリフでも近頃グレイスフィールド農園の実りが良くないっていう発言があったと思うんですけれども、そういった発言を考えてもイザベラの存在っていうのは農園にとっても特上の子供たちだったり優秀な子供たちを育てることのできる飼育官なわけでございます。なので農園にとってもイザベラはかなりのキーマンな人物だと思われます。おそらく描写的にもイザベラを育てたのはグランマかなと思うんですけれども、グランマもイザベラのことをあの子は特別なのですっていう風に特別と言ってるんですね。でも事実イザベラは子供たちを脱獄させてしまうっていう失態を犯した。だけれども農園にとってはかなり特別な存在であることがわかるので、なのでグランマの協力を得ているとしたらイザベラは生きているんじゃないかと思います。特別な存在であるイザベラをグランマがかくまったじゃないですけれども、簡単に殺しはしていないんじゃないかなと思います。これでイザベラがもし生きていたとしてエマたちが約束を結び直して食用児が解放されて鬼に食べられなくてもいい世界が来たとして、そこでレイや子供たちの本当の
母親としてまた再会できたらかなり胸熱な展開になるのではないのでしょうか。イザベラは崖の上で諦めてしまった。でも自分の育てた子供たちであるエマたちは諦めなかった。ここでエマたちが諦めなかったっていうのもイザベラが育ててきたからかもしれません。そして僕が最近ドハマりしてるっていう風に Twitter なりお約束のネバーラジオでも言わせていただいたんですけれども、イザベラの歌、アニメの方で流れた歌がありまして、もうねあの歌最高ですよね。もう何かあるたびにねあれ口ずさんでます僕は。そちらのイザベラの歌を作ってくださった小畑貴弘さんっていう方がいるんですけれども、その小畑さんがですね本日アニメの役ネバが終わってしまって約束のネバーランドロスの方に向けてオリジナルサウンドトラックの解説っていうのをブログのノートの方にですね載せてくださっておりまして、僕の大好きなイザベラの歌についても解説してくださっていましたので、ちょっとねそちらだけご紹介をさせていただきます。この曲は1話から流れ10話そして12話では畳みかけるようにいいシーンで流れており、アニメ約束のネバーランド1期のキーとなる曲です。監督からは1話から歌に仕掛けをしたいとのことで発注されてました。声優さんにも歌ってもらうので鼻歌で歌えるぐらいでのことでしたが、先に完成してたメインテーマの中にも入れたいと思い、その中でバランスが取れるメロディー、そしてなんといっても歌ってもらったサラオレインさんの声が生きるようなメロディーにしたかったので、このような音域が広い曲になりました。歌っていただいた声優さんたちには難しすぎて申し訳ない気持ちでいっぱいです。苦笑い。個人的には世界各国の方々からメッセージもたくさんいただいてとても嬉しかったですし、役ネバが世界に広がっていることを認識しました。それで Google でイザベラの歌を調べたら、世界中の役ネバファンの方々がこの曲に興味を持ってくれているようで大変びっくりしています。というおばつさんからの解説もいただきました。他の曲についても解説してくださってますので、ぜひおばつさんの Twitter からノートに飛んで見てみてください。ということで、ここにもあったように約束のネバーランドがもう世界中でもねかなり人気になっておりまして、イザベラの歌とか検索するともう日本人が出してるっていうよりかはもう海外の人がねみんな演奏してみたとかですね、動画も上げてくださってまして、コメント欄とか見るとねもうほとんど外国の方ですよね。日本だけじゃなくて世界からもこういう風に認められていて非常に嬉しく思うわけなんですけども、僕のですねこういった考察とかもですね世界中の方々にも見ていただきたいということで、約束のネバーランドはフランスとかでも出版されているということで、もし視聴者様でですねそういった国々の方に向けて YouTube 上でもですね翻訳機能っていうものがありますので、翻訳ができる方がいましたらぜひコメント欄だったりとか Twitter で教えていただければと思います。世界中のね約束のネバーランドファンの方々に向けてもつながりだったりとか発信ができたらまた面白くなるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひご協力できる方がいましたらよろしくお願いいたします。というわけで本日の考察いかがでしたでしょうか。僕のチャンネルでは約束のネバーランド関係のみの動画を上げております。なので約束のネバーランドが大好きな皆様はぜひ他の動画も見てください。というわけで約束のネバーランドファンの皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。役ネバ最高。では見てくれたみんなありがとう。チャンネル登録してね。Twitter とインスタもやってるよ。フォローしてね。また見に来てね。